広大な砂漠。どうも、まるこおばさんです。現在9月11日、今やっているアルファ17、もうすぐアルファ18がやってくるということで、ちょっとゲームの方は中断しまして、建築動画を撮りたいと思います。私の最終目標がカリオストロの城を作るというものなので、ちょっと本格的な建築をね、アルファ17のうちに1回やっていこうかなと思います。でですね、今までやっていたアルファ17のマップではなく、通常マップの方でやっていきます。で、こちらですね。こっち。今、Day2 になってるんですけど、アイテムとかの撮影用に使ってたマップです。なのでちょっとDay2 になってます。こちら砂漠一帯のこれ建物なんですよ。この建物をリノベーションしていきます。それちょっと今から紹介するんですけど、長くなるかもしれないのでだらみでよろしく。条件を2つつけてます。1つはゾンビが出てきません。オフにしてます。ゾンビオンにしてると建築した建物片っ端から壊されていってしまうので、ゾンビは出さないようにしてます。でも建築をするのに一から石とか木とかを集めてやってるとキリがないのと、作れないものもあるので、こういうものを使います。これがメニュー画面なんですけど、通常のゲームだと出ないマークが1個だけあります。はい、電球です。こちらが制作ボタンっていうのかな、これは出せる設定があります。通常は出してないんですけど、今回は建築なので電球マーク出してます。で、これを押しますですね。こういうふうに全てのものを出すことができます。これなんじゃらほいって感じなんですけど、通常では作れないんですよ。なのでこちらのやつを使って全てのものを出せるようにします。例えばこういうメールボックスポストですね。これをこっちに持ってきまして、でこれいくつでも好きなのを出せる。これも作れないんで、このものを使うと、よりリアルなものが作れるようになるので、作っていく街を紹介したいと思います。こちらでございます。こちらでございます。こちらはですね、最近知ったんですけど、日本でいう商店街らしいんですよ。なので、もうちょっとこの廃墟になってるね、建物をリノベーションしていこうと思います。ただリノベーションしていくだけでは意味がないので、この商店街を日本の商店街へ変貌させていくというのが一応私が作った目標でございます。なりますかね。建物をご説明いたします。ちょっとここも長くなるかもしれません。まずこちらから
ちらは、牛小屋か豚小屋です。まあ、農業的な感じのやつですね。これ多分牛か豚が、牛かな、馬かな、なんかがいて、はしごあって多分2階、崩れてるけど、2階やったやろなーみたいな感じの建物ですね。外もありますね。これが多分、貯水タンクですね。多分じゃないな。2階の小屋には水が入ってますね。こちらがハードウェア、電気屋さんですね。わかるお店で、日本の商店街にあるであるお店は、そのまま同じお店にしようと思います。こちらのお店は、電気屋さんとわかるので、まあ、日本の街の電気屋さんにしようと思いますね。はい、次本屋。こちらも本屋なので、同じく本屋にしたいと思います。何かわからないお店、多分バーです。こんな感じのお店ですね。ちょっと何かわからないお店は、商店街にあるであろう飲食店か衣類店とか何かしらのお店に入っていきます。ここもね、なんかわからない謎の小屋ですね。お店なのか家なのか、なぜかベッドがある赤いお家です。こちらもよくわからない。一応棚があるので、何か物屋か何かだと思います。こちらが薬局ですね。薬局なので薬局にする予定ですね。こちらちょっと文字見づらいんですけど、シュットガンって書いてます。武器屋さんです。さすがに日本にはないので、商店街に武器売ってるっていうお店ないので、これはまた別のね、何かにしようと思います。ただちょっとこれ柱がね、すごくいい感じなんで、この柱は活かしたいですね。次は、これもなんかよくわからん。多分ちっちゃなバーかなみたいな。ジャイルはなんだろう。日本でいう交番かな。かな。一応、留置所付き交番みたいな感じかな。一応日本にも交番はあるんですけど、店が並んでるところを商店街にするので、商店街の中に交番は多分ないと思うので、こちらはまた別のお店にする予定です。教会。教会もちょっと商店街の中にはないので、別のお店とかになると思いますが、次、グロッサリーって読むと思う、簡単に言うとスーパーですね。こちらもさっきのと同じ本屋なんですけど、また別の本屋にしようと思います。はい。で、この後ろ側が、これちょっと広場になってまして、こっちが公園ですね。公園だったんだろうなーぐらいの、ちょっと階段登るとこしかないですね。で、もう一つが墓場です。公園はともかく、こちらの墓場はね、さすがに別のものに変えていこうと思います。で、最後ですが、ここですね。多分さっきと同じお店バーかなみたいな感じのお店ですね。一応ここの建物までリノベーションしていこうかなと思います。ただ問題がですね、この砂漠ですね。砂漠の山ですね。ここの範囲をきれいにしたところで、背景が砂漠の山っていう
いうのは多分私は許せないと思うので、ここら辺もちょっと隠したりとかなんかすると思います。なんで砂漠にしたいんやって感じなんですけど、このね、この店がバーって並んでるちっちゃい町がここしかなかったんです。こっから見ると分かりやすいな。ここ一角を。このゲームは日本が舞台なのかなみたいなね、感じにできればいいなと思います。ただやっぱりこれは海外のゲームで全てのものが出せるとしても、海外のものしかないので、ちょっと作りきれない部分もあると思います。なんじゃそりゃみたいなね、出来になる部分もあると思いますが、そこはご愛嬌でいただければと思います。それで作って出来上がってそれをご紹介して、あとはアルファ18を始めていけたらなと思います。はい、現在11月8日、あれから2ヶ月以上が経ちました。ようやく完成しました。本当は3日ぐらいで済ませて、アルファ18が来るのを待って、来たらアルファ18をスタートさせていこうかなと思ってたんですけど、もうアルファ18も特に来ててね、まだやってないです。とりあえずこれを完成させてからって縛ってたんでまだやってないですね。2日目、デイ2から始まったと思いますが、デイ101になってます。ずっとやってました。一つだけご説明がございます。照明について、このゲーム上の光がろうそく、松明、あと電気があるんですね。本当は電気にしたかったんですけど、電気は問題が2つ生じるために、ほぼろうそくで飾ってます。これです。なぜかと言いますとですね、ろうそくとか松明の光はちょっと暗いんですけど、遠くからでも光がわかるんですよ。照明はすごく明るいんですけど、ちょっと離れるともう消えちゃうんですね。反映されないんです、光が。なのでちょっとあんまり意味がないっていうのと、大きすぎるとカクカクになるっていう電気つけたらね、何箇所か照明電気にしてるんですけど、ちょっと何箇所かカクカクするかもしれません。はい、そこご了承くださいね。では出来上がった街を紹介したいと思います。こちらです。じゃ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 ーん。商店街です。商店街を作りました。で、本当は商店街だけで良かったと思うんですが、やっぱり砂漠の山たちが見えるというのが許せなかったので、ほぼちっちゃな町ができました。はい、ちょっと進みますね。商店街、ここがメインです。そして左を向くとちょっと住宅街が見えます。あれが砂漠の山だったところですね。で、砂漠の山だったところにいろいろちょこちょこ建てたんですけど、ほぼハリボテです。壁だけとか中身ないとか、あそこら辺も後でちょっと歩くだけ歩こうかなと思いますね。反対側はトンネルです。奥になんか見えるけど、トンネルの向こうにごめんなさい、パンチしちゃった。あれはハリボテなので特にご紹介するものはございません。砂漠のね、このスタート地点、ここは元の砂漠ですね。ここから緑を植えたりして街が始まってますね。じゃあ早速ご紹介していきましょうかね。まずはこちら、和食レストランです。元が牛小屋か豚小屋か馬小屋かの建物ですね。で、これ全体的にこの街自体を一段ブロック上げてます。日本の建物としてやりづらかったのかな、確かね。で、この和食レストランだけはそのままの高さで
作ってるのでちょっと下がるんですけどね。はい、中こんな感じですね。はい、レジもあります。積んでいきましょう。ここが座敷ですね。一席しかないっていうね。他にもあるんですけどね。これはお手洗いですね。やたらとお手洗いが出てきます。なぜかお手洗いするところかなり確保してました。これはテーブル席ですね。で、ここがちょっと増築して作った厨房ですね。これは最初の方に作ったので、だいぶ力込めてますね。ドア開いてるしな。裏口出るとこんな感じですね。ボロボロの2階があったので、そのまま2階も作りました。2階もね、ちょっとね、座敷を作ってですけど、ちょっとあんまり柱とかに凝りすぎて、テーブルと座布団が置けないっていう状態になって、あんまり席数がないっちゅうね。地下も掘りました。これは増築で掘りました。張り切ってたんでしょうね、最初の頃はね。で、ここが宴会するスペースですね。はい、こんな感じですね。で、こっちもドアがあって、やっぱりトイレがあるっていうね。なんか私の中でトイレは大事なんでしょうね。生きていく上で。なので、トイレスペースをやたら確保してます。こんな感じでした。次がですね、ご覧の通りの建物です。ここの部分は何もなかったところですね。なので、建築しました。これは一から。あちんこ屋さんです。商店街の中にあるあるですね。こんな感じです。パチンコ台です、これは。どうやって打つのかわかんないけど、ドル箱を置いて、これは買い物カゴなんですけど、で、このパチンコのこれ台が、なんかコンピューター的なものですね。後ろね、一瞬の下ね、これね、玉が箱いっぱいになったら、後ろにこう置いていかれるんですよね。で、積んでいくんですけど、1箱しか置けないです。スペース的に。なので、このお店は2箱までしか出ない。この辺が、玉をこう、計算するとこです。名前わかんない。お金戻すとこ。景品交換所ですね。私もちょっとパチンコはちょっと積んで、ルパン三世ね。もちろんです。もちろんルパン三世です。こんな感じですね。ここはトイレですね。ここはもう多分ね、最後の方に作ったんでね、もう便器入ってないはず。もう、便器探して出すのがめんどくさくて、ここが2階ですね。多分スロット。ちょっと上がってみますか。ハリボテなんです。何も置いてない。こんな感じですね。はい。これ、あれです。電気、照明のコードですね。コードをこうつなげていって、ここが電源になってます。これね、電源オンオフしてやるといいですよ。これすごく明るいんですけど、ね。ちょっと離れていくと、ほら、暗くなってるんですよ。残念ながら、ほぼろうそくですね。次、ここも新しく建築したとこですね。何もなかったところです。お花屋さんです。お花屋さんというよりも、ほぼ植物
植物屋さんですね。はい。プロが作業したりとか、あと休憩したりとかするとこですね。12階がございまして、2階は自家菜園できるとこですね。お花屋さんなんです。トウモロコシ植えてます。しかもスーパーコーンや。天井は太陽光が入るようにガラス張りです。まあちょっと可愛い感じのね、お花屋さんにしました。ここはですね、水のタンクのとこですね。ほぼ柱しか残ってないです。豚からになりました。カラオケです。壁もね、テカテカしてる壁。このペイントは白が反射する仕様ですね。テカテカしてちょっと動くんですよ。ここは受付ですね。エレベーター。ドアのペイントは段ボールです。ドアっぽい縦線が入ってるペイントが段ボールしかなかったので、段ボールのドアですね。2階上がりましょう。1号室だけちゃんと中を入れました。ここで歌えるように。あるあるでしょ、これカラオケボックス。こんな感じでしょ。ちょっと狭い感じ。まあ別に狭くてもいいんです。歌えりゃいいんです。あとは2号室ありますけど、2号室の部屋は何も入ってません。で、3階もありますけど、何もありません。なので、これで終わりです。ここはハードウェア、町の電気屋さんですね。はい、こんな感じになりました。多分ほぼほぼいじってないはずです。ここら辺は電化製品買い取りします。割とこじんまりとしたね、町の電気屋さんです。これがマッサージチェアです。怪しい椅子にしか見えないけど、いろんなもの出る設定ですね。そして裏が、町の電気屋さんなので、2階が住宅スペースになってます。居住スペースか。はい、こんな感じで、これも最初の方に作ってたから、だいぶいろんなもの詰め込んでますね。ここがちゃんと洗濯機とかも置いたりして、ここがお風呂場ですね。ここはやっぱりトイレ出てますね。で、こっちが寝室です。一応ですね、子供たちも成人して巣立って夫婦で経営してるっていうね、設定で作ってました。ほんと黙々とやってたんで、勝手に設定が出来上がっていくみたいなね。裏口が、ここが一応ね、倉庫なんです。電化製品の在庫割と小さな電気屋さんの割には在庫がすごいあるみたいな。はい、電気屋さんはこんな感じですね。これはもう見たまんま本屋です。で、ちょっと増築して大きめの本屋にしました。もうほぼね、ここはね、紹介するものはありません。なんなら本棚しかないから。もう本棚しかないんです。で、一応2階があって、2階は買った本が読めるようなスペースです。もうこれだけです。あとはスタッフルームっていうか廊下ですね。で、レジがあるぐらいのスペースですね。ここも何もなかったので建築したところです。一から。はい、雑居ビルですね。で、1階が看板消えましたね、文字。ちょっと大きすぎてね、ちょっとバグってるんです。これは不動産屋ですね。ここ普通の不動産屋です。奥は一応スタッフルームなんですけど、何も置いてないので次行こう。で、
ます。ここはね、作り込んだのでご紹介したいと思いますやで。スナックですね。はい、こんな感じの昭和っぽいイメージの50代ぐらいのママがいる感じのスナックです。やっぱりトイレだけはちゃんとスペース確保してるみたいな。ここでママと可愛い女の子がね、いらっしゃいませーって社長さんバーですね。で、バーは若者的なお店の感じにしました。若いお兄さんがやってそうな感じ。この机のね、上に置いてるやつが、イメージとしてボトルとかお水とかのつもりで置いてるんですけど、よく見るとこれ薬なんですね。注射器とかあるんですね。ですけど、決して怪しい店ではありません。はい、こちらがトイレですね。で、さっきのスナックに比べてちょっと綺麗な感じのトイレですね。はい、じゃあちょっと3階行こうか。3階は、探偵事務所です。はい、わかる人にはわかるこの名前。もう、怪しさ満点です。まあ、中は普通なんです。ただ、お金をぶん取られるか、変な時代に連れて行かれるかもしれません。こっちが社交ダンスです。こちらは割と有名なお名前ですが、こちらもちょっと踊ってる間に異空間に連れて行かれるかもしれない。ここはちょっとね、着替える場所とか作ろうと思ったんですけど、力尽きてダンススペースしかありません。じゃあ次行こうか。ここも増築ですね。古着屋さん。特に何があるわけではありません。棚とかを置けるけど、そこの上にまた物を置くことはできないので、まあ、こんな感じですね。で、後ろが一応ここがその古着屋さんの倉庫。ちょっと何も言ってないんですけど。で、2階があるんですが、まあ棚しかないです。関係者以外立ち入り禁止。もう何もないです。はい、それだけです。次が蕎麦屋さんです。この建物が何やかわからない建物だったと思うんですけど、ちょっと奥が出て、なのでちょっと手前にね、ちょっとちょこちょこ置きました。全体的にちょっと和風な建物にして、照明的な感じで松明入れて、お城っぽいイメージで作りました。中入るとメニューとかあったりしてね、思いつく限りの種類を書いたんですけど、多分値段がおかしいと思います。調べるのもめんどくさくて適当な値段にしてます。こっちも定食と、あと飲み物、お酒とかね。お酒もちょっと値段怪しいですね。ここが厨房ですね。これは多分2階とかなかったはずです。1階建てなんですけど、屋根が高かったので、そのままにしましたね。このアーケードを屋根付きにする予定だったので、最初から。なので、屋根の高い1階建てとかはいいんですけど、低い屋根のやつは2階を増築してたんですね。じゃないとぽっかり穴が開いちゃうから。ベッドだけがある赤い小屋のやつですね。お店なのか家なのかもわからない。赤い壁だけ残ってる。はい。これは洋服屋さんです。名前、服とか関係ないです。私の趣味です。これスカーレット・ピンパーネルって書いてます。はい。隣、古着屋さんなんですけど、何も考えずにやってたので。ブティックかな？着替えるとこですね。ここ開けると、まあ、さっきのこの古着屋さんの倉庫。あと、この、洋服屋さんの2階、ここは増築しました。事務所兼倉庫兼休憩所兼みたいなスペースですね。で、お弁当食べるみたいな。ちょうどいい赤い壁だったからね、
使うとピンポン寝るとちょうどいいネーミングつけれた。日本語だと紅運べだったかな。あとは気になる人は調べてください。こちらも増築したスペースですね。スポーツクラブ、スポクラ。スポーツクラブ行ったことないからね、こんな感じかな思いながら作りました。受付ですね。ここは着替えスペースですね。多分スポーツクラブってシャワールームとかあると思うんですけど、ちょっと作るスペースがなかったです。2階ですね。2階が運動するところですね。出せるやつの中に重量挙げとか走るやつ、あとサイクリングがあったから、最初からスポーツクラブは作ろうと思ってました。ここの何もないスペースはヨガスペースです。めんどくさがって何もやらなかったってわけじゃなくて、この外はこんな風景ですね。後でまた紹介しますが、ハリボテ住宅街ですね。割とそこら辺もめちゃくちゃ時間かかりました。ここも増築したお弁当屋さんですね。特に何もないです。サンドイッチ屋さん的なイメージで作りました。弁当って書いてるけど。薬屋さんですね。割と大きめのドラッグストアになりました。サンドラッグか松本清かぐらいのイメージですね。中入ると、薬、お会計、後ろに風邪薬系とかが並んでくるかな。で、2階が書いてるけど、生活品ですね。大きなドラッグストアあるある化粧品とかシャンプーとか洗剤とかもこれに並んでるっていうイメージで、ここが事務所ですね。特にここも作り込んでないんです。ここがドラッグストアの事務所で、その事務所の奥にお弁当屋があるっていうね、ちょっとおかしな構造になってしまいました。だからお弁当屋で働いてる人このドラッグストアの事務所通らないといけないみたいなね、ちょっと変な構造になってしまいました。このなんかやったんよねぐらいの、これカフェ、喫茶店です。喫茶店にしました。全体的に可愛らしい感じのティーセットとか食べるようなね、ケーキセットとかね、スコーンとか出てくるような、こんな感じの喫茶店です。でも、マスターは、ファルコンみたいな、がたいのいいおじさんがやってるっていう。っていう妄想で作ってました。もうね、妄想しながらじゃないとね、やってるんですよ。ここも新しく作ったとこですね。看板の文字消えたな、今。朝市場です。取り立て野菜、直送果物、新鮮な果物や野菜が歌ってない。売ってるっていうお店ですね。ここちょっと物置になってて、2階もなんかちょっと似たり寄ったりなんですけど、事務所兼休憩所。あとなぜかここはトイレきっちり作った。で、ここが着替える場所ですね。頑張ってるな。ここも増築した宝くじ売ってるとこです。ここで10枚くださいとか、私あんまり買ったことないんでね。で、あそこにドアあるんですよね。あれなんだっけと思ってたんですけど、なんかちゃんと作ってたみたいですね。2階もありますからね。ちょっと先にこれの裏側に行こうと思います。ここにあるんですね。ここが宝くじの裏口です。現金使うから金庫置きました。これガンセーフなんですけどね。ここ休憩いろいろやる事務的な。ここは宝くじ売り場の中です。ただ現金扱うので金庫を入れてます。こんな感じですね。で、2階が
ですね、住むとこになってます。私の中でこの建物のオーナーさんの家っていう設定で作ってたと思います。の割にはちょっと割とバス置いてね、布団しかないみたいな、そんな感じですね。はい。ここはショットガン吹き矢だったお店ですね。これがイタリアンレストランですね。これイタリアのマークのつもりです。語り語りって書いてます。日本語になった曲名です。イタリアの曲名です。ただ多分こういう飲食店にはのお店の名前にするにはちょっとあんまりふさわしくないでしょうね。ちょっと女性に振られた男性の曲なので、はい。でこの柱ね残しました。そして増殖させました。イタリアっぽい感じでイメージですけど、明るい色で椅子とテーブル用意しまして、じゃあ厨房ですね。電気つけましょう。石窯的なものとか、ここでピザこねたりとか、グリルもあったりして、イタリアンが食べれます。でこっちに外側にあった階段なんですけど、壁を増築して建物の中に入れました。こっちにも階段あるんですね。2箇所階段ある。2階もこんな感じで、はい、席が用意されてますね。スパゲッティとか食べたい。でこっちも階段あって、こっちは厨房からなんで料理運ぶ従業員用の階段っていうつもりでしました。お客さん間違えて降りてきそうですけどね。はい、こんな感じでちょっとおしゃれ感出しましたね。次が、これもなんかのお店だったのを雑貨屋さんにしましたね。輸入雑貨売ってるところみたいな感じです。いろんなもの置いてます。これね、日本人らしいですよ。まだ詳しくは現状出てきてませんが、お話もどんどん追加されていくでしょうから、今後そこに出てくる登場人物っぽいですね。楽しみにしてます。こちらも関わってくる女の人なのかな、違う、嘘情報かもしれない。2回もこんな感じです。はい。入り口に入ってきたとこで、こっちにもあって、ガラス張りの外が見えるっていうね。ちょうどここで商店街が終わるんですね。なので脇道にそれる道もあります。どうしましょう、先にそちらをご紹介しましょうか。はい。ここがね、ちょっと何もなかったんで、ワンルームマンションを建てましたね。4階建てで、1階のこの2部屋だけ家具入れてますので、ちょっと載せましょう。こっちが男の子が住んでる感じで、玄関入ってすぐ台所みたいな。で、やっぱりトイレとお風呂がある。で、こっちが女の子が住んでるイメージのとこですね。屋上を作ってあるんで、ご紹介しますね。はい、ここが屋上でございますね。割と最初の方に建てたから、頑張って作ってたんがある。屋上のこの建物をね、屋根とかね、めっちゃ頑張ってた。こっち側はもうね、砂漠が見えますね。これは商店街の、今歩いてきたとこですね、ずーっと。こう歩いてきて、今出てきたとこですね。他にもまだあるんでちょいちょい後半続くみたいなね、感じですね。
と